読み込みが完了しました。はい、どうも星並です。実は自身のシリーズで上げております麻雀教室という動画たちがあるんですけど、一重にそれは麻雀をやってみたいけどルールが難しそうでやらずにいる人たちっていうのが簡単に麻雀できるようにっていうのをシリーズ化したものでした。ただ最近麻雀をするためにそもそものアプリの選び方だったり、その使い方で始めるのが億劫になってる人がいるのかなって思い始めてきたんですよね。そこでいわば麻雀教室のパート0ですね。そもそも麻雀をするためのアプリ選びやそれぞれの麻雀アプリの特徴、おすすめのアプリの操作方法なんかを動画にしたいなと思いました。題して麻雀環境構築イエーイ。なんかプログラマーみたいでかっこいいなと思ってつけたタイトルでございます。第1回の今回はまず各アプリの説明と、その中で私が偏見を抜きにおすすめしているアプリを順位付けしていこうかなと思っております。では早速参りましょう。ではまず私がいつも狂ったようにやっているジャンタマからご紹介になります。まずメリットとしては可愛くて綺麗なグラフィックですね。見てください、この繊細な背景とキャラ、これは見逃せないメリットですね。また麻雀のルールが有名な M リーグと近いです。私はこれがかなり気に入ってます。デメリットとしてはかなり麻雀以外の機能が分かりにくいですね。育成キャラ要素があるので、そこに関しては初見じゃぶっちゃけわからんです。また、麻雀画面のパイは携帯から見るとかなり小さめなので、目が悪い方はちょっと見にくいかもしれません。そういう方は私と同じようにパソコン版でやるのがいいかもしれませんね。あとキャラ要素があるので、もちろんキャラに対して課金要素があります。麻雀を打つこと自体はほぼ課金は必要ありませんのでご安心ください。ゲーム内のコインで実際やり取りをするんですが、最悪負けすぎてそのゲーム内コインがなくなっても1日1回のログインボーナスでもらえます。続きまして MJ というアプリです。個人的な感覚値ですが、アプリ麻雀の中では一番メジャーな気がしてます。実は実際の麻雀デビューは MJ だったりもします。そのメリットとしては何よりもサポートやアシストが充実しており、麻雀始めたての人が多いことじゃないでしょうか。私も麻雀の始めたて MJ でしたしね。また個人的には対戦中の解説が楽しいですね。M リーグ見てる方ならわかるかもしれないんですけれども、 M リーグで有名な実況者の土田光翔さんだったりとか日吉達也さんが実況解説をしてくださってます。デメリットとしてはこれまた画面は少しガチャガチャ気味ですね。あとだんだん麻雀に慣れてくると少し難易度的な物足りなさを感じるかもしれません。本格的な麻雀には向かないかなと思います。続きまして先ほどの MJ と対局と言ってもいいでしょう、天宝です。この天宝は歴史としては一番長い PC 向けがメインのアプリですね。歴史があるだけにシンプルで分かりやすい、全国で昔からやってる本格的なユーザーが多くてリアル麻雀に一番近いというようなメリットがあります。ただデメリットとしては本格的すぎることでほぼサポートなんかはなくて、初心者にはあまり向かないかもしれません。リアル麻雀を体験したい人、超強い人と戦いたい人にはおすすめです。あと元が PC 版発信ということもあってアプリ版の操作性はあんまり良くないかもしれませんね。実は星名は同じ ID で何回もログインを試しては謎に弾き出されています。麻雀一番街ですが、歴史という意味では天宝の対局にあたります。非常に若いアプリサービスになりますね。特徴としてはかなりジャンタマに似た女の子の育成とグラフィックっていうのが特徴的です。メリットデメリットともにジャンタマに似ていますが、世界観や育成要素っていうのはこちらの方が体感凝っているので、新しいサービスに先駆けて育成ゲーム好きだよっていうような方にはおすすめですね。より麻雀に寄せるならレベルはジャンタマの方が高そうかなっていうような所感です。あとデメリット最後1個として、今このゲームでは私の好きなアニメであるシュタインズゲートとのコラボをやってるんですが、全然キャラガチャで引けないというのもデメリットに入れておきます。はい、最後になります。麻雀ファイトクラブ SP です。こちら実は私あんまり詳しくないんですけど、メインでゲームセンターの筐体でサービスを展開しているものですね。写真はこちら。ゲーセンで見かけた方もいるんじゃないでしょうか。麻雀ファイトクラブの最大の特徴としては、著名な麻雀プロがどのタイミングで参加しているのかがわかるため、もしかすると一緒に麻雀が打てるかもしれないというところですね。他のゲームでももちろん時間帯とタイミングが合えばプロの方と打つことができるかもしれませんが、誰がいつ入っているのかがアプリ上でわかるのはこのアプリならではです。今回の動画前にアプリ入れてやってみたんですが、実は先ほど申し上げたようにあまり詳しくないので、詳しい方逆に教えてください。デメリットとしてはどうやら CPU 戦でもポイント消費があるらしいですね。これ本当なら結構きついかもって感じです。
はい、もちろんそれ以外にも麻雀アプリいっぱいあるんですけれども、個人的な主観で使用率が高そうな5つを集めております。これも紹介しろみたいなのがあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今回この私が選定したメイン語アプリの中で主観でつけた評価軸4つで分類してみました。それぞれ初心者おすすめ度、機能性、ガチ度、可愛さの4点で評価しております。あくまで主観ですのであしからず。基本丸から×の3段階で評価してますが、天宝のレベルだけガチすぎて天宝のガチ度だけ20丸にしております。ということで今回は初心者の皆さんに向けてのプレゼンになりますので、全てを考慮するとまずは MJ から始めてみる、そして慣れてきたらジャンタマに移行していくというのはいかがでしょうか。次回は MJ の画面を実際に触って勉強の仕方だったりとか麻雀の進め方を解説していこうかなと思っております。なので麻雀始めたい皆さんに1個宿題です。次の動画までにまずは Apple Store もしくは Google Play Store、 PC 版でやりたい方は Windows か Mac 用の MJ アプリケーション入れておきましょう。はい、そんなに難しいことじゃないですね。予習したい方は先にアプリ触っちゃっても大丈夫ですが、まずはアプリ入れてみてください。そこから話を始めていきましょう。はい、次の動画で触り方をある程度話しながら実際の画面に触れて解説してまいります。はい、では今回はこんなライトな内容です。今週もお疲れ様でした。次の動画でもお待ちしております。またねー。お疲れ